本日はストラテジーとして投資の振り返りと自習以降のシナリオを私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめこちらドル円になります。ドル円は今週ザラバに上値トライ後に反落してスパイクハイとインサイドのサインを形成して引けました。足元の相場では11月の最高値からの反落を踏襲すべく続落が見られ GMMA の長期タワー付近での攻防が観察されています。特に短期線のマイナス序列とプライスアクション上の弱気のサインが示しており、しばらくの間上値の回復は困難であることは以前から申し上げてきました。これら踏まえ次週以降の押しの参考としてインサイドですから先週の安値140円の後半、さらにこれを割り込みがありましたらこちらの遡っていきますと、本年7月の安値137円の付近までは大した支持ゾーンは存在しないというふうに見ています。一方で上値の参考としましては先週のこちらの高値146円中盤といったレンジの中での動きが想定されます。とりわけ来週はクリスマスに伴い欧米諸国のマーケットが休場のため原則的には出来高低下、そしてモメンタムは低下されるというふうに見ています。一方で短期スパンでは何らか仕掛け的な動きやスプレッドの拡大なども視野に入れ、短期トレーダーさんは新規エントリーを慎重になるべきと考えています。したがって次週以降のストラテジーとしましてドル円は当面お休みがベストと考えています。次にユーロ円になります。ユーロ円は今週スパイクハイで陽線引けとなりました。足元の相場では直近の11月26日週のから2週の反落があり、そして先週そして今週は先々週の足である12月3日週の経線に対するインサイドの調整が見られています。そもそも先々週のこちらの経線は、ザラバに遡っていきますと、こちらの10月1日週のスパイクロー、こちらの重要な安値割り込みがあったわけですね。私もこれに従い、複数のポジションをロスカットいたしました。ですから本来的には重要な支持ラインを割り込んだわけですから、続落のシナリオもあったわけです。しかしながら先週は続落ではなくインサイドで調整、さらに今週の安値の切り上げ、こういったものにつながっています。これらのことから次週以降の押しの参考としては、まずはこのように安値同士を結んだトレンドライン、さらに10月1日週の安値154円の前半付近でトライアングルの保ち合いになるというふうに見ています。とりわけユーロ円はユーロドルの切り返しからも黒線の中では比較的堅調な動きを保っている、そういったことからも楽観的なシナリオとしまして、次週以降の相場が一時的に底割れを回避する流れを継続することも想定しているわけになります。ですから次週以降のストラテジーとしまして、こちらも様子見した上、再度安値トライの有無を観察していきたいと思います。続いてポンド円になります。ポンド円は今週スパイクハイで陽線引けとなりました。足元の相場ではこれもユーロ円と似ていますが、こちらの11月の19日週のこちらの陽線がレンジのブレイクありまして、翌週のインサイド、こちらのサインを形成したわけですが、これを大きく下に割り込んだのが先々週である12月3日週の形成になります。ですから、これをもってトップアウトかどうかは判定できないとしても、当面上値の回復が困難であることを示唆しているわけですね。ですから先週および今週のこちらのスパイクハイ、こちらが下落前のこちらの支持ゾーンを頭を揃える形で抵抗ゾーンであることを示しているわけです。これら加味した上で次週以降の押しの参考としましては、先週の安値こちらの170円の前半はトライがあれば容易に割り込みも視野に入れて、ストラテジーとしましては当面お休みがベストと言えるでしょう。最後にユーロドルになります。ユーロドルは今週若干でありますがスラストアップで高値更新後に陽線引けとなりました。足元の相場では以前から申し上げているように、こちらの10月1日週のこちらの経線がスパイクロー、そしてこのスパイクローをもちましてザラバに連続ブレイクの切り返し、つまりフェイクセットアップのサインを点灯して現在まで切り返しが見られています。で一方でこちら縮小していきますと、マーケットの全体感としましては、この付近がちょうど2021年の8月あたりからこちらの昨年の9月までは一貫したベアトレンド、こちらを形成していました。そしてこれに変化があったのがこちらの9月の25日週のスパイクローになります。
この経線自体はベアトレンドの進行中においては単なる一時的な調整だったわけですが、その後 GMMA のゴールデンクロスを試して、現在は保ち合いということになります。ですから、ユーロドルに関しましては、来年度直近最高値であるこちらの 1.12 の後半、この付近へのトライも現実視しているわけですね。しかしながらこれには継続的なドル安の継続が前提になります。いずれにせよ、足元の底堅さから目先の地合いとしては、どちらかと言いますと、下よりも上にシフトされやすいことは、こちらの昨年のスパイクローが示しているというふうに考えています。したがって次週以降のストラテジーとしましては、様子見した上、今後の相場を追っていきたいと思っています。最後にまとめになります。今週はおおむね黒線の調整とユーロドルの切り返しが観察されました。そして来週は先ほども述べましたように、週前半にクリスマスで、米国およびヨーロッパ諸国の主要マーケット休場に伴い、出来高の減少とテクニカルを無視した一時的な仕掛け的な動きも想定した上で、短期トレーダーさんはあえて新規エントリーを実行する場合は、ロスカットをセッティングした上、限られたレンジ取引がベストであると考えています。そして黒線は今週の相場で円の買い戻しを受けて全体的に弱含み、さらにドルの反落を受けて先ほどのユーロドル、こういったものの切り返し、つまり上昇につながっているわけです。一方でファンダメンタル要因としまして、日本銀行の来年度におけるマイナス金利解除を先行期待する円買いと、米国、そして並びに EU 諸国、つまり ECB ですね。これら中央銀行の金融政策変更に伴いまして、来年度の利下げからシンプルに、こういった黒線なんかで見ていきますと、外貨安および円高相場に転換されていくのかは、現時点では不明でありますが、長期構造はこのように見ていきますと、行き過ぎに対する修正というのが私の見方になります。ですから全体的なストラテジーとしましてはロングということになりますが、そのタイミングが来年度以降に到来するかは疑問を払拭しきれないというところであります。終わりに本年の相場来週で終了いたしますが、引き続き相場を観察を徹底してやっていきたいと考えています。時刻は12月の27日朝の7時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。